自分の意思が自分の意思だけじゃないような、全然ファーストフードとか好きじゃなかったんですよ。だけどすっごい好きになって、20代の時とかはもう50キロ超えたらぐらい思ってたけど、今とかもう60キロも超えてて、それでも食べたいとかっていうのってなんかもう自分の意思とまたちょっと違うじゃないですか。そんなことは今までなかったから、腹の中にいるものをやっぱり私も大事に思うから、階段で転ばないようにするとかっていうことって自然としちゃうんだけど、なんか私の欲望とか私の意思とはまた違うものを強制的に守らされてる、なんかこう自然界の中の一つの器官になった感じがするっていうか、例えばその10代とかで親のしがらみとか学校のしがらみとかから抜けて、だんだん自分の体を 100% 自分でコントロールできるように、自由に誰と寝て誰と何を食べてとかっていうのができるようになったのに、それを手放していく感じがして不服でしたね。なんか乗っ取られてる感じ。ただそれはだから私の場合は例えば職業柄それをもう小説にしようとか、そういう感じでやっていくしかないっていう感じ。ここまでの話聞いてパネリストのお三方に聞きたいんですけれども、子供がいると幸福度が下がるという最初の提起内容についてどう思いますか、皆さん。幸福度の感じる種類が変わるんだなって私は思ってて、子供がいなかったら自分への幸せが全ての幸福度になると思うんですけど、子供が生まれたらじゃ子供の成長とか、子供が何か賞を取ったとか、なんか東京数で1位になったとかが多分幸せに感じるようになっていくと思うんですよ。幸福度が下がるってことはなくて、幸福度を感じる種類が変わっていくのかなって思います。本当に同じ意見で、下がるっていうことはあんまないのかなと思ってて、それこそ私まだ実家にいる身なので、母親と一緒に過ごしてるんですけど、昨日も一緒に買い物行ったりだとか、お揃いの財布を買ったりだとかしてて、仲いいんですね。そう、仲いいんですよ、めちゃめちゃ。そういう楽しみもあるんじゃないかなってすごい思いますね。ああ、自分に娘ができた。そう確かに、ね、娘ができた時とか、それこそ男の子でも一緒になんかどっか行ったりだとか。確かに、鈴木さんも結婚して子供を一緒に育てるっていうことが女性にとってはなんだかんだ一番幸福ですっていう社会的な通念があって、それに対して多分物を申したいんだと思うんですよね、佐藤さんは。38とか9で独身でなんかちょっと小金持った大学生みたいな暮らしを20年ぐらい続けてると、なんかお前大丈夫かみたいな目でやっぱり社会に見られるっていうか、独身とちょっと既婚子持ち女性は同窓会とか行ってもちょっとグループが分かれたりマウントの取り合いになったりとかしがちなところはあるから、独身が肩身が狭いっていうのはなんかすごい感じてて、幸福度が下がるってあえて言いたい気持ちはすごい分かります。佐藤さん、独身もですけど、子供がいてもそのママ友の中でも子供がいるいない人がいるわけで、子供がいることでも勝手に嫉妬してるような友達とかもいて、派閥みたいなのも生まれますし、妊娠中は好きな人の子供ができたってことで幸せですよね。新しい命っていうことで、生まれた瞬間もとても幸せなことだと思うんですけど、その後ですよね。その直後から周りの友達との関係もギクシャクしてきたりですとか、男女の問題じゃないですけど、はっきり言うとものすごく大変なんですよ。子育てって時間取られるし、寝れないし、忙しいし、子供が成長を遂げていく瞬間瞬間の幸せとか、ああよかったっていうのはたくさんあるんですよ。子育てってやっぱり喧嘩も増えてきちゃうんです。でも子供の笑顔を見たりとか、成長を見届けた時のその幸せっていうのはもうポイントがずっとこう溜まっていく感じ、独身の時とか出産時の時みたいに全面的に幸せだなって思えるようになるのは、きっと子育てをある程度終えて、子供が一人前になって子育てを終えて自分の時間を過ごすようになって幸せだったなって振り返る幸せになっていくんじゃないかなと思うので、子供がいる幸福っていうのをなかなか受け入れれなかったから40前独身だったんだけど、西野さんの年で私の友達とかでも産んだ子っていっぱいいるわけですよ。そうすると私の年になるともう子供は高校に入るから自由になって、
ほぼその独身時代の私と似たような生活ができるように戻ってくるっていうのがあって、10年間割と疎遠だった友達とも一緒に温泉行ったりとか一緒にハワイ行ったりとかできるようになったり、夜遊びもできるようになったりして、10年間耐えれば戻ってこれるっていうのがあるから、若い時に産むのも全然ありだったなってこの年になったら思います。40、50代になった時に自由にその子育てを終えたママ友たちと自由な時間が作れたらまたそれも幸せだしっていう風になパターンだと私の年齢的には思うので、仕事も恋も始めれますからね、40歳なんていくらでも。だから仕事とかも最初はすごい悩んだんですけど、やっぱ子供がいることによって仕事がこの25で、芸能の仕事してて、ここで一回ちょっと区切りがつくわけじゃないですか、子供が生まれて。で多分今までやりたかった仕事もできなくなったりとか、子育て優先になっちゃうっていう不安は最初すごいあって、仕事をちょっと諦めるじゃないですけど、一旦諦めるっていうのに結構葛藤した時期もあったんですけど、でもよくよく考えたら別に子供が成長した後でも仕事ってできるし、あくまで今想像してる理想の計画であって、本当にその時そういうふうに思えるのか、または実行できるのか、30代40代の間に大好きな彼ともっとできたことがあったんじゃないかとか、女性としての楽しさを見落としてないかなっていうのも、一番最初にちゃんと計画しておかないといけないことだと思うんですね。映画とかね、ドラマとか幸せなハッピーストーリーいっぱいありますけど、自由な生き方の時代に自分なりの考え方、生き方を考えていいんじゃないかなって。ミリチャムさん、それこそ私今22で、弟もいるんですけど、弟が高校生になったんですけど、みんなが言ってるように今もう落ち着いてきた年というか、私も免許取ったりしておかんが行きたいところに連れてったりだとかで、友達みたいな感覚で行けるんで、例えばその言ってたみたいに10年ぐらい疎遠になった友達がいたとかで、その子たちと戻れなかったとしても子供と友達みたいな感覚で遊び行けたりするんですよ、それはそれでまたいいんじゃないかなっていうふうに私は、実際独身の方と結婚して妊娠してったら、時間の使い方とかお金の使い方って全く変わってくると思うんですね。今まで確かに自分に投資していたのが子供のものになって、家族のものになっていって、それができる自分っていうのに変わっていくんじゃないのかなっていうふうに思います。で、自分に対しての投資のやり方が変わってくるのかなっていうのが、帳尻合わせとかバランスを取ってるってわけじゃないけど、女性として決して諦めてるわけでもないし、愛おしい人たちを守っていきたいっていうのは変わっていないし、旦那をちゃんと男性として見てるし、見てもらいたいっていう感情が変わったわけではないので、前向きな気持ちはすごく伝わってきます。なので佐藤さん、何が不安なのか教えてもらえますか？だからといって自分の人生が終わったわけじゃない。もちろん自分の人生は続いていく。理想も今まであった。子育てないといけないという現実、きつい、辛いっていう感情は私が体感するわけですよね、一番に、絶対に待ったか聞かないわけですから、命を預かってる以上自分の人生を消すことになると思うんですよ。縛られるっていうのがどれだけ大きなことなのか、それは私は縛られたくないっていう。なんでその独身の方と子持ちの人間って根本的に理解し合うのは難しいっていうのが思ってるんですよ。決してお互いを否定するわけじゃなくて、妊娠したことがあるから分かることと、体感したことないし選んでないっていうだけのことで、選ぶ選ばないは多分ここ線引きだと思ってるんで、自分よりも大事な人たち、命に出会ったことがある人生かそうじゃない人生かって言われたら、私は前者を選ぶっていうだけのことで、佐藤さんがそうじゃないっていうんだと、それはそれで今の時代はそれでもいいんじゃないのかなとは思います、理想通り計画通りいかないっていうのは独身の方も同じで、私20代の頃の生活が永遠に続くならそのまま独身でいた方が良かったと思うんだけど35過ぎてやっぱモテなくもなるし、皮膚も下がってくるし、20代の頃ほど元気じゃないから、そう夜遊びとか体がついていかないみたいになってったりするじゃないですか。そうするとまた新たな喜びが欲しいなって思ったりするのもあるので、なんかその20代の時私はその40でも自由に遊んでいたいって思っていたと思うけど、その考え方が自分の劣化とともに変わるみたいなのもありましたね。35過ぎたら子供を作るかどうかを最終的な判断すればいいやって思っていた友人なんかはすごく多くて、
で例えば39歳までに推奨されてるような卵子凍結とか39歳ぐらいでやる子とかも多いんだけど、35過ぎたら考えればいいや、その時付き合ってた人と考えればいいやとか思ってても、自分の体に不具合が起きて妊娠が難しくなるとかっていうこともあるから、人生ってその計画通りにはいかないんですよ、どうしても。残酷なことに女の人の体は子作りのリミットはどうしても設定されちゃってるから、考え方が変わってもなかなか、生き直すっていうのは難しいから、降りかかってきたものをとにかくなぎ倒しながら進んでいくしかないんですよ、女の人は。降りかかるものはたくさんあると思いますし、社会復帰するって言っても空気的に気まずい、思い通りな自分なりにも働けない、あの人早く帰ってとか疎まれるような社会が残念ながら日本はまだあると思いますし、女性って自分よりも上だと感じる女性のことを蹴落とそうとするから、子供嫌いな人って子持ち女を攻撃してくるっていうことが感じられて、そういう場合ってなんか劣等感を持って相手が上だって感じてたりとか、好きな人の子供を妊娠できてるっていうところの嫉妬があるんじゃないのかなっていうふうに感じたりはしますけど、社会の問題ですよね。子供を産むことが女性の幸福度を下げるような社会であるとちょっと思いますね。日本はお年寄りには優しいけど子供には冷たいっていう感じ。それでも私は子供が欲しいっていう気持ちの方が強かったので、努力しないと保育園に入れないみたいな社会線にいるわけじゃないですか。で幼稚園今緊急で呼び出されて仕事の途中に帰る人は、いますね、実際。子育てしてたら仕方ないことだと思うんです。熱出たなんて、それに対して文句を言う人がいるっていうのが社会でなんでそんな大変なところに飛び込むのかな。産休取って戻ってきた時の本人の配慮の問題っていうのもゼロじゃない。上の人を見てるとやっぱり子供を産むと第一線のキャリアから外されちゃうなっていうのは結構見てきたし、